先ほどマリネしたトマトを入れていきます。あとはもうコトコトですね、煮ていくだけです。でこうパスタを混ぜながらですね、ソースも煮詰めていく。はい、こんにちは、シェフの羽生です。今日はフレッシュトマトのパスタを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティーニ、トマト、ニンニク、バジル、オリーブオイル、塩、砂糖です。はい、それでは今日は基本のイタリア料理シリーズということで、ちょうど季節もですね、これから暑くなっていってフレッシュトマトが美味しくなってくるので、だいぶ昔4年前ぐらいにも動画やったんですが、フレッシュトマトのパスタをちょっと改めてですね、これからやっていきたいと思います。はい、それでは最初はですね、フレッシュトマトのこの下処理からやっていきます。でまずはですね、このヘタを取って小さくカットしていくところからです。でヘタ取るときはこう包丁でぐるぐるぐるってしてこんな感じで剥いていくか、あとはこれペティナイフとかがあったらこのやり方でもいいんですけど、ちょっと大きくてそれやりづらいよっていう場合はですね、普通にトマトを半割りします。で半割りにしたトマトをこう V 字に入れると綺麗にヘタがこう取れます。ちょっと残っちゃう。こんな感じです。でもこの後ですね、このトマト自体ですね、ソースになっていくのでそんなに細かく取る必要なくて、この中のここの芯のところとかも逆に残ってて全然大丈夫です。でこの後はこのトマトに下味を入れていきたいので、より下味が早い時間で入るように少し細かめに切った方が味が入りやすいです。これぐらいのカットにします。で今日はですね、このトマトの量1人前に対して3つ 200g ぐらい、ちょっと多いんじゃないのって思われがちなんですけど、このトマトをこの後ソースにしてこしていくので、これぐらい多くて大丈夫です。はい、でトマトをカットしたらこのトマトをですね一回ボウルに入れていきます。さっきこの掃除したこのヘタの部分っていうのも実はトマトの香りの部分なんですね。なのでこれも一緒に入れてマリネしていきます。でここに塩、そして塩の半量ぐらいの砂糖で、この中の塩と砂糖の量はトマトに対して 1% の塩なので 2g の塩で、その半分の砂糖が入ってます。でこの入ったものをこう混ぜ合わせます。でもうすでにちょっと混ぜただけで見てください、トマトがものすごく濡れてトマトから大量の水分が出てきます。でこの作業をやることによってこの後ソースを加熱した時にフライパンの中でもう味付けする必要がないんですよね。ここでしっかり味が決まっているので、加熱するだけでもう濃縮された最高のソースがこの状態で作れています。でこれ目安はだいたい10分ぐらい置いていくとですね、さらにこの塩と砂糖がですねトマトに馴染んで火が入ったような状態になるので、そこまで置いてから加熱に入っていきます。今日のトマトパスタっていうのは本当にこのフレッシュトマトが主役になってくるので、その主役のフレッシュトマトのパスタを引き立てる香りのニンニクなので、ニンニクはみじん切りとかスライスにするのではなくて潰すだけです。あくまでも潰すだけ。そしてバジルはスーパーでパックで売っているもののこの1房分です。これを葉と茎に分ける。でそして僕のレシピのポイントはこの茎の部分も香り使い尽くすというところです。でこのバジルっていうのはもちろん葉の部分も香りがあるんですけど、茎がものすごくいい香りがするので、これもですねこの後一緒にニンニクと一緒に加熱していくという方法をとっていきます。はい、それではこのバジルの茎とニンニクを加えて、でちょっと潰してあげるとよりこう香りが出るので潰して、でオリーブオイルがですね、トータルで30cc ぐらい使っていくんですよ。ここで25ぐらい入れて残りの5を仕上げに入れていくというイメージです。で火にかけていきます。でまずは何火でもいいですけど、ニンニクとバジルの茎がふつふつするまで加熱していきます。
はい、それでは今ちょっとふつふつしてきました。そしたら火を弱火です。で、今日の主役はあくまでもトマトのパスタなので、アーリオオリオエペペロンチーノニンニクのパスタじゃないので、そこまで長い時間ですね加熱しないです。少し香りが出てきたら、いい香りしてきました。そしたら先ほどマリネしたトマトを入れていきます。でトマトがですね10分ほどマリネしたので、火が入ってるようなちょっと丸みを帯びたトマトになってきたので、これを加えます。でトマトが入ったらフライパンをフラットにして、今ニンニクオイル、このバジルの香りをトマトに回して中火で、まず一度ですねこの中のソースを沸かしていきます。はい、それで今ベースが沸いてきたので、そしたら今ですね中の強火ぐらいだったので、また弱火ぐらいにして、あとはもうコトコトですね煮ていくだけです。で今まだシリコンスプーンとかでトマトを押した時にまだ硬い状態なんですね。でこれが押した時にスッと崩れるぐらいまで煮込んでいきます。でトン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 としながらですね、煮ていくとどんどんソースっぽくなっていくので、これを5分ぐらい煮たらですね、トマトが崩れてくるのかなと思います。はい、それではパスタ茹でていきます。今日は 1.6mm のテフロンダイスのスパゲッティーニを茹でています。お湯の中には2リッターに対して 30g の塩が入ってます。それでは今ですね3分ぐらい煮ていったんですけど、さっきの状態と明らかに様子が変わってきました。このトマトの水分から粘土が出てきてますね。ちょっとこのポコポコした泡の粘土が出てきていて、でシリコンスプーンで押すともう崩れてます。見てください。もうトマトが固形が崩れてしっかりソースになってきている。でこれでですね一旦トマトを全部崩してソース状にしていきます。で今全部トマトが潰れました。でもちろんレシピ的には、トマトに対して 1% の塩が入っていれば間違いはないんですけど、一回味見してここで確認してください。でこれで味見をして最終的にもうちょっと塩を足すとか、砂糖を入れるとか、このままでいいとか、ここで判断をします。でこの状態でこのソースをですねこしていきます。はい、それではこす時にはですねイタリア料理はこういうムーランを使ってこすことがほとんどなんですけど、ムーランないことほとんどだと思うので、普通のざるで大丈夫です。でこのざるにソースを入れる。でここであとはこの皮とかですね、ヘタとかニンニクとか全部ここできれいに裏ごしをして滑らかなソースを作ります。でもちろんですね、ヘタは取るにしてもこのトマトの皮とか種の部分って一つのこのパーツなので入っててもちろん美味しいと思います。なんですが洗練された何ですかね、高客単価なレストランとか行くと全部こして滑らかな状態になったソースが多くてですね、もちろん入っててもいいんですけど、こういうこした洗練された美味しさっていうのを今日は追求したパスタ料理になります。であとはこのこして滑らかにしましたけど、大事なのはヘタとかそういうものを取るだけなので、別にこのフライパンの中はこのままで大丈夫です。でソース入れます。で滑らかなソースです。で今ですねこのこした状態のソース入りました。ちょっと一人前にしては多いんじゃないのって思われがちなんですが、この後ちょっと固めのパスタをこの中であえてソースを詰めながら仕上げていくので、盛り付ける時でですねちょうどいい状態になるんですね。はい、それでは麺が湯がったので合わせていきます。このトマトのソースが多いので、よく湯切りをしたスパゲッティーニを加えて、でこれは袋表記の1分前に揚げてるのでまだちょい硬な状態です。これを最後
中の強火から強火ぐらいの間で炊いて煮詰めながら仕上げていきます。まずベースをまた沸かして、でパスタを混ぜながらですね、ソースも煮詰めていくという作業です。はい、それでは今茹で上がりちょうど袋表記の時間ぐらいなんですけど、もう見てください、いい感じにソースが絡んでます。で最後に香りのバジルの葉っぱふんだんに入れてください。でバジルが入ったら最後に煽って混ぜ合わせると完璧な状態ができました。はい、これで麺にソースがしっかり絡んだので盛り付け入ります。はい、これでスパゲッティアルポモドーロの完成です。はい、いただきます。皆さんこれです。もう本当にこのパスタは原点にして頂点のもうシンプルイズベストで最高に美味しいですね。個人的にこのトマトパスタが好きだっていうこともあるんですけど、やっぱりイタリア料理を作っている、イタリア料理を仕事にしているシェフとして、トマトパスタっていうのはイタリア人もイタリアのシェフもみんな好きなパスタであるので、僕もとても大切にしているパスタ料理の一つです。で当時ですね、4年前にチャンネル開設当初にもこのフレッシュトマトのパスタ動画にしたりとか、あと僕の1冊目のパスタ本の中にもこのレシピっていうのはとても大切なものなので入れているんですけど、当時の作り方とは今またちょっと微妙に変わっていて、徐々にですね4年経って、今の状態で自分の考え方を反映させた作り方っていうのがこのレシピなので、やっぱり同じレシピでもですね、徐々に年数を重ねるうちに変わっていくっていうのが料理なのかなと思いますね。これからも僕も作り続けていきたいパスタ料理の一つになってます。はい、ごちそうさまです。今日のこのトマトパスタはですね、これからの季節トマトがとっても美味しくなる時期にぜひ作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。